崩壊スターレール心理学アグライアの人間性喪失編。こんにちは、コバトーンです。先日アップしたファイノンの演説解説、ご視聴ありがとうございました。そこで視聴者の皆さんから寄せられた質問の多くに、アグライアの人間性がなくなっているというのが分かりませんというものがありました。確かにそうですよね。アグライアって実はめちゃくちゃ優しいんですよ。なので人間性がなくなっていると言われてもピンとこない人は多いでしょう。そこで今回は心理学的な知見を用いて人間性がなくなっていることについて深掘りしていきます。では早速行ってみましょう。ネタバレ注意。今回はアグライアが登場する話全般について触れます。最新ストーリーであるバージョン 3.3 まで触れるので、未プレイの方はご注意ください。大丈夫な方は続けてご視聴をどうぞ。人間性の欠如とは優しさがなくなることではない。まず多くの人が思っているポイントに触れておきましょう。人間性の欠如とは優しくなくなることではありません。実際にアグライアはかなり優しいですよね。奥ヘマの民を常に思って行動していますし、黄金栄の仲間たちには気遣いも見られます。なので優しくないという意味ではないことを覚えておきましょう。一般的には人間性というと人ならではの温かさ、機械にはない心遣い、情熱、友情、愛情みたいなニュアンスを含んだ言葉ですよね。だから人間性がなくなったと言われると反射的に優しくなくなったといったニュアンスで捉えがちです。しかし改めて冷静に考えてみてください。人間性という言葉はめちゃくちゃ意味が曖昧な単語ですよね。強いて言い換えるのであれば人間らしさといったところでしょう。このチャンネルをご視聴いただいている皆さんであれば人間らしさには様々な面があることは想像しやすいのではないでしょうか。ビッグファイブのような性格特性を備えていることも人間らしさですし、ダークトライアドのような一見すると不条理な特性を備えていることもまた人間らしさです。こうした解釈の広い単語を考えるときは作品内での定義を考えることがおすすめです。というか言葉について自分の定義を持っておくことはとても大切だったりします。もしあなたが言葉を使って他人と円滑にコミュニケーションをしたい、言葉を上手に扱えるようになりたいということを考えているのであれば、言葉の定義は常に考える癖をつけておくといいでしょう。僕もまだ修行中の身ですが、意識するだけで言葉への感度がだいぶ上がるので姿勢としておすすめしたいです。さて、ではアグライアが言うところの人間性の定義を考えていきましょう。作品内では黄金栄のリーダーとしてみんなを引っ張ってきたアグライアですが、人間性がなくなってきているためにファイノンへバトンタッチを決意します。その結果、民会でファイノンがみんなの心を動かす演説を行ったわけですよね。この演説の仕組みについて詳しくは以前の動画で解説しているので、よかったらそちらも合わせてご視聴ください。今回説明する内容についても理解が深まると思います。またバージョン 3.3 のストーリーにてファイノンが演説した時に関してアグライアがどんな思いであったのか語られました。ちょっと見てみましょう。ファイノン、私の謙虚な教えを信頼する同胞へ。この言葉を綴っている時、あなたは元老院の弁論家たちと激しい議論を交わし、血の流れない戦場で火を追う旅の存続のために戦っています。あなたと開拓者を十分な準備もさせずに弁論の場へ送り出したことについて、私は不安と申し訳なさを感じていますが、あの時ひるむ姿を見せるわけにはいきませんでした。なぜならあなたたちの士気を下げることになりかねなかったからです。どうか理解してください。正直なところ、私は今回の論戦を軽んじていました。これまでの数百年間で培ってきた民意と経験だけで勝てると高をくくっていたのです。しかしカイニスとその一派の狡猾さや自身の共感力の衰えを見誤っていたのは迂闊でした。あれはおそらく弁論家のカレケッティスが事前に仕掛けた罠だったのでしょう。彼はあらかじめ切断された禁止を用意し、カイニスが劣勢に追い込まれた瞬間、突然それを皆に示し、私が禁止を用いて人々の考えを読み取り、それを利用して弁論で不正を働いたと非難しました。あのような卑劣な手口などいくらでも対策を講じることができたでしょうに、
言葉は思考の過程を経ることなく衝動的に口をついて出てしまったのです。あなたたちのような下劣な無法者があふれているからこそ生徒のすべてを監視せざるを得なくなったのですよ、と。その言葉が引き起こした反響については説明するまでもありませんね。あの瞬間、私に残された時間はあまりないのだと悟りました。この体に宿る神聖は永遠に続くのかもしれませんが、それは私の本質ではありません。私はあくまで人の子、母の体内で生を受け、人の姿のまま死を迎える運命なのです。自身の人間性が尽きかけていると気づいてから退場についての計画を立て始めました。この遅れてやってくる死をどのように生かすべきか、その答えはまだ見つけられていません。しかし普通の人のように安らかに眠りにつくわけにいかないのは理解しています。あの読者のような者たちは瀕死に首を切り落とされることを恐れているからこそ暗闇に身を潜めているのですから。私が静かに去れば蛇たちが一斉に藪から飛び出してくることは目に見えています。なので穏やかで平穏な死というのは残念ながら私にとって手の届かない贅沢品なのでしょうね。私は弱みを見せ巣穴でうごめく読者たちをおびき出さなければなりません。彼らが勝利を確信し毒牙で私のかかとに噛みつこうとした瞬間、最後の炎で蛇の巣に火をつけ暗闇に潜む脅威を焼き払う。その天をつく炎は人々を混乱させ恐怖に陥れてしまうかもしれません。それでも彼らが道を見失うことはないでしょう。なぜなら奥平間にはまだあなたがいるからです。ファイノ、あなたは完璧ではありません。あなたの迷いや軽率さ、多感な面も何度も目の当たりにしてきました。そしてその肩にのしかかる重く苦しい過去にずっと囚われていることも知っています。しかし完全ではあるのです。すべての人の欠点を理解し受け入れることができるからこそ、あなたは無条件の善意をもって凡人の不完全さの中に隠された最も高貴な美徳を見出すことができる。それは天父ケファレが他の神々とは異なる点でもあると思います。ケファレは自らの創造物に欠陥があると知りながらも彼らに光を与え無条件の愛で守ることを選びましたから。ファイノ、どうか知っておいてください。あなたが紛争の火種を追い求め、それこそが自分の運命だと信じていた時でさえ私の考えは変わることがなかったことを。あなたは運命に定められたオンパロスの世を背負う者、その未来に向かうための扉なのです。神託に記された火を追う旅を果たしなさい。星々を灯して人の子に希望をもたらしなさい。私は西風の果てであなたが起こす奇跡を楽しみに待っています。
はい、めちゃくちゃエモいシーンですよね。このシーンから分かる通り、アグライアは民衆を思い、ファイノンを応援し、世界を前に進めるために強い意志を持って動いています。決して心がないみたいな状態ではないんですよね。また、思考力が鈍くなっているみたいなことでもありません。しっかりと損得感情をして計略を巡らせて元老院や粛清者を道連れにする方法を模索しています。頭はかなり切れているんですよね。しかし本人も言っている通り、共感能力が薄くなっているのです。また、禁止を使っての感知能力も低下しているようでした。この感知能力や共感能力の低下が人間性の欠如と表現されているんです。ただ、まだちょっと分かりにくいですよね。優しいし、頭もバッチリ回るのに共感能力がないってイメージしづらいと思います。あと、それでファイノンにバトンタッチする必要があるのってのも疑問だと思います。その理由や背景を説明していきますね。限界効用低減則と慣れ。人間には限界効用低減則という性質があります。めちゃくちゃ難しそうな単語ですが、言っていること自体はすごく簡単です。どんな物事にも人間は徐々に慣れていってしまいますよって話。例えば食事がイメージしやすいと思います。あなたの目の前には美味しそうなステーキがあります。見事な焼き加減でナイフでカットすると肉汁が溢れてくるような素晴らしい状態です。ほのかにニンニクも香っていて、ちょうどお腹が空いていたあなたは絶対美味しいと確信させてくれるような状況だとしましょう。あなたはその肉を一切れ食べました。最高ですよね。めちゃくちゃ美味しいです。当然一口で終わるはずもなく、二口目三口目と食べていくことになるでしょう。はい、ではここで少し視点を引いていただいて、美味しさを比べてほしいと思います。いえ、どちらかといえば食べた時の感動を比べてみてください。一口目は最高の感動があったはずです。しかしそれが二口目三口目と続いたらどうでしょうか。おそらく徐々に感動の量自体は薄くなっていっているはずです。二口目くらいだと想像しづらい人は10口目くらいを考えてみてください。多分最初の一口よりはなんだか慣れてきていますよね。これが限界効用低減則です。人間は体験した物事に対して徐々に慣れていって、最初の感覚が薄まっていくようにできているんですね。この機能がなかったら最高の美味しさと感動がずーっと続いてしまうため、あなたは美味しいステーキを無限に食べることになってしまいます。強すぎる刺激が続くと人間は持たないんですね。食事の場合であれば美味しさの刺激はどんどん減っていき、代わりに満腹感が現れるでしょう。こうして別の感覚にスイッチしたりすることで、私たちは適切に体を守っているんですね。そしてこれは食事だけでなく全ての行動に対して当てはまります。初めて自転車に乗れた時、きっと誰もが感動したでしょう。でも今でも同じテンションで感動しますか？おそらく当然のように自転車に乗っていますよね。大人になっても自転車に乗るたびに補助輪なしでも行けた、すごいって毎回言ってたらなかなか危ないやつです。また怒りや笑いの感情も一緒です。同じ感情はずーっと続くわけではありません。感情は一時的に大きくなってピークを迎えますが、ある程度の時間が経過すると落ち着いてくるんです。もしずっと怒りっぱなしでいられたとしたら相当しんどいと思います。このように僕たちの体を適切に守るためにこういった機能は備わっているんです。今挙げた事例のように物事が僕たちに与える効果を効用と言います。その限界値、すなわち最大量のことを限界効用というんですね。それが徐々に下がっていってしまうから限界効用低減則と言います。低減っていうのは徐々に減っていくという意味がありますからね。はい、この限界効用低減則を覚えた上でアグライアの生活を想像してみましょう。まず第一に彼女はとても長生きです。1000年くらい生きていますよね。そしてそのほとんどは同じような毎日の繰り返しだったことでしょう。つまり彼女は生きることに慣れてしまっているのです。バージョン 3.3 のストーリーでカイニスは過去のカイニスを受け継ぐ存在であることが明かされました。僕たちが知っているカイニスは27代目みたいですね。どれぐらいで交代する制度なのかは不明ですが、仮に10年だと仮定しても300年近く活動していたことになります。カイニスたちは代替わりをしているわけですが、アグライアはずっと同一人物ですよね。つまり300年くらい同じような嫌がらせを受けていると考えられます。僕たちプレイヤーやファイノン視点では元老院が突然邪魔してきたように見えてイライラするポイントでしたが、アグライアからしたら日常でしかありません。はいはい、またあいつらですか。てか毎回同じやり方じゃん。うざいわみたいになってるはずなんですよね。歴代カイニスは記憶と憎悪を引き継いでいるので、おそらくやり方も大して違わない攻め方をしてきたでしょう。
300年くらいずっとイチャモンつけられてたらさすがに無感情になっていくと思いませんか？はいはいまたですかくらいになっちゃうんですよね。ですが普通の時間で生きている人間にとっては元老院の邪魔は初めて体験する出来事です。なので感情がすごく動かされます。カイニスに賛同する熱狂かもしれませんし、黄金園を応援したくなる気持ちかもしれません。イライラしたり熱くなったり、とにかく熱狂があるんですよね。はい、ここで視点を引いてみると、アグライアと民衆の間には熱狂の違いがあると思いませんか？そうなんです。彼女はあまりに長く生きていたがために、若くて未熟な勢い任せの熱狂から距離が空いてしまっているんです。再早期という目的を果たすのに邪魔になるから元老院への不快感がありますが、どちらかといえばロジカルに考えた上で反感を持っているといった毛色が強いんですね。だからアグライアが民衆の前に立って演説をしても響かないんです。そしてだからこそ未熟だけど熱があって民衆の弱さや欠点も理解し共感できるファイノンが最適な人選なんです。 3.3 にてファイノン自身が演説について振り返る発言がありました。ファイノン曰く民衆の対立感情を煽る手法を取ってしまったとのことなんですが、これが可能だったのはまさしくファイノンが民衆に近い存在だからです。想像してみてください。仮にアグライアがあの場に立って演説をしていたら、ロジカルに元老院を指摘することはあるかもしれませんが、熱狂は生まないですよね。あくまで冷徹に蔑むように相手を指摘して論破するような語りになってしまうことがイメージできると思います。それでは民衆はついてこないのです。アグライアを知っている我々からすると不条理に感じるかもしれませんが、民衆は熱を求めます。論理的正しさよりも正しいと感じさせてくれる熱狂が優先されるものなのです。古来より神話に語られる英雄たちも同じような存在ですよね。彼らは万能の存在などではなく、非常に人間臭くて不完全で未熟で失敗もするし嫉妬深かったりもする。だけれども熱がある。そんな後ろ姿を見る民衆に、私もまた英雄になりたいと思わせるような熱狂が常にあるものです。だからこそそんな若さゆえの勢いと熱を併せ持ったファイノンが完全な英雄なんですね。逆に万能で冷静で欠点がほとんどないような存在になってしまったアグライアは人間性から離れてしまい、同時に完全な英雄からも遠い存在になってしまったのです。つまり人間性とは未熟さゆえの熱量を備えていることであり、それを備えた存在こそが完全な英雄と言えるのでしょう。次はアグライアの感覚について掘り下げます。アグライアの感覚を僕たちは理解できない。もう一つアグライアの人間性を考える上で大切なことがあります。それは感覚が違うことです。ここで言う感覚とは五感のこと、特に視覚ですね。アグライアは目が見えません。代わりに近視で物事を見ています。ゲームをプレイしているときはなんとなく世界の全部が見えているんだなーくらいに感じていると思いますが、ちょっと冷静になってみてください。近視で物事を見る感覚って分かりますか？おそらく 99% の人が理解できないですよね。共感するとは感覚を共にすることです。相手の気持ちや身体感覚を想像して自分の体でシミュレーションして理解すること、それが共感です。だから感覚が違う相手のことを僕たちはなかなか理解できません。例えばイルカやコウモリは超音波によって物を見ています。私たちは知識で彼らが物事を見ていることは理解していますが、どのように感じ取っているかまでは分かりませんよね。私たちが目で物を見るように脳内にビジョンが見えているのか、はたまた別の感じ方が存在するのか、そういった部分は理解できません。それと同じように僕たちはアグライアがどうやって世界を見ているのかわからないのです。そしてそれは逆も同じこと。アグライアも僕たちがどうやって世界を見ているのかわからないんです。アグライアも若い頃は普通に目が見えました。だから目が見える感覚は理解できます。しかしもう数百年も近視で世界を見ているのです。目が見える人の感覚はだいぶ薄くなっているはずですよね。これは僕たちが子供の頃の感覚を忘れてしまうことに似ています。僕たちが子供時代の頃は大人からするとびっくりするぐらい小さな物事に集中したりしますよね。僕も小さい頃こんな体験がありました。車通りが多い割にちゃんとした歩道がないような道を歩いてたんですが、道脇の草むらから蜂が出てきたんですね。小さかった僕も蜂に刺されたら死んでしまうことは知っていました。だからすごく危ないと思って飛びのいたんですよね。
そしたら隣にいる親に怒られました。車が来てるのに危ないでしょと。確かにそうなんです。大人からすれば小さな蜂に刺されることと車にひかれることのどちらが危ないかなんてすぐにわかります。蜂に刺されるリスクを取ってでもきちんと車を避けた方が良いっていう判断ができるわけですよね。ですがこれは大人の視野があってこその話。車も蜂も自分の子供も全部見えているからこそ判断できる内容なんですよね。子供の頃の僕には蜂しか見えていませんでした。僕には訳がわからなかったんですよね。だって蜂が来てるんだから危ないじゃん。避けた自分は悪くないって思ってました。きっとあなたにもこんな記憶があるのではないでしょうか。子供ならではの狭くて集中した視点を小さい頃は持っていた。一方大人になると広くいろいろなことが見えてきていろんな判断ができる反面子供の感覚を忘れてしまう。あるいは感覚が変わってきてしまう。感性が豊かな人は時折小さい頃の感覚を思い出したりすることもできるでしょう。しかし常に小さい頃の感覚を保ったまま日常生活することは難しいはずです。私たちは大人になった今の身体感覚を使いながら生きているわけですからね。これを数十倍数百倍に延長したことがアグライアの身に起こっています。確かに昔はアグライアも目が見えました。しかし目が見えなくなり近視で物事を捉えるようになって数年数十年数百年経ったとしたら目が見えた頃の感覚は分からなくなってきていると思いませんか。さらに言えばアグライアは半身の力を持っています。バージョン 3.3 でもタイタンと一体化したセネオスがタイタンの感覚に変わってしまって心変わりしていく様が描かれていましたよね。半身が感じる身体感覚は常人とは違うのです。これも少し想像してみましょう。例えばあなたが朝目を覚ましたら体がゴジラになっていたとします。めちゃくちゃでかくなってしまった自分の足元を見下ろして自分が人間サイズでいられたらなんてよかっただろうとあなたは思うはずです。大きな怪獣になってしまってからもしばらくはそのように自分が人間だった頃の身体感覚を覚えていられるでしょう。しかし数日経ったらどうでしょう。徐々に大きな体に慣れてきてしまうのではないでしょうか。おそらく大きくなったからには食べるものも変わってきますよね。生活面で困る内容も人間とは違ってくるでしょう。そういったことを体験しているうちに徐々に人間の感覚は薄れていくはずです。じゃあそれが10年経ったら100年経ったら多分人間だった頃の感覚はよくわからないものになっていると思いませんか。日常生活で扱える力も人間の比ではありません。学校の3階まで階段で上がることにヒーヒー言ってたあなたはもう学校そのものを破壊できてしまうのが当然の生活感覚なんです。おそらく半身になるというのはこれくらい大きな力を体の中に宿すことなんでしょう。徐々に普通の人間の力で過ごしている感覚は薄くなってしまうと考えられます。普通の人間であればなすすべもなくやられてしまう暗黒の塩もアグライアは軽々と倒してしまいます。日常生活で運ぶのに困るような大きな荷物もおそらくアグライアなら楽々持ち運べるはずです。そのように日常で使う身体感覚が全く違うものになってしまっているはずなんですよね。だから徐々に人の心がわからなくなってきてしまいます。さらに近視は人の心まで読むことができますよね。本来であればコミュニケーションを通して相手の内面を探ることが私たちの普通ですが、アグライアはそれをやる必要がないんです。もっと言えばディアディクティオというネットにもつながっていて奥ヘマ中の通信内容がアグライアには筒抜けです。言ってしまえばデータサーバーみたいな役割をしているわけですよね。情報処理能力も常人の比ではないと言えるでしょう。僕たちなら数秒でパンクしてしまいます。そんな状態で1000年も生きていたら普通の感覚が消えていってしまうのは当然のことですよね。違う感覚で物事を見て違う身体感覚で生活している。アグライアはある意味違う生命体と言ってもいいくらい感覚が違ってきておかしくないんです。しかし彼女のすごいところはそれに抗っているところと言えるでしょう。極めてロジカルに火を追う旅を遂行するマシーンのような存在になっている彼女でしたが、熱い心を残していました。それゆえ元老院に暴言を吐いて自分を窮地に追い込んでしまいましたし、少女を人質に取られてその犠牲になる道を選びました。人間の感覚や心などとっくになくなっていてもおかしくないような環境で生きていたにもかかわらず、彼女の心は常に人間であろうとしてきたことが伺えます。そしてその温かい心は今やファイノンに受け継がれているのです。まとめ、神性と人間性の対比を最も美しく描いたキャラ。はい、いかがでしょう。限界効用低減則という慣れる性質が僕たちにあるがゆえに、神性のパワーや近視で物事を見る感覚に慣れてしまい、徐々に人間の熱狂を忘れてしまう道を歩んだ存在がアグライアでしたね。
ラフトラの証言でもアグライアは若い頃もうちょっとお茶目だった様子がわかりますし、サフェルとの会話でももっと人間らしい喋り方をしている様子が伺えます。そしてそんな人間性を喪失していく過程に抗う二面性を備えたキャラクターであるとも言えると思います。なんといってもアグライアの真剣はロマンです。ロマンとは最も人間臭く、最も無駄なことです。最も非効率的でロジカルに考えれば一番必要ありません。しかし彼女はその権能を背負っています。神性という人間から最も離れた能力によって最も人間らしくて泥臭い権能を与えられ、長い生活の中で徐々に人間らしい熱狂を失いながらも人々のため、黄金栄のために温かい心を持ち続けた存在なんです。神と人間を描く上でその対比や矛盾を最も美しく描いた存在なんじゃないかと僕は思います。果たして彼女はどんな気持ちで過ごしていたんでしょうか。徐々に失われる人間性に焦燥感を抱くこともあったようにも思います。あるいは真剣によってより人間らしい部分が強調される瞬間もあったのかもしれません。想像が広がりますよね。そしてこの想像する余地があること自体が彼女が僕たちにくれたロマンなのではないでしょうか。参考まで。仰せのままに。